今回の動画では30年前の BOSS GT5 のジャンクを直して現代的に使いこなしていきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今回の動画では30年前のマルチエフェクター BOSS の GT5 を現代的にアレンジして使ってみたいと思います。今回使う GT5 はジャンクで4400円で購入しました。僕自身ね、25年くらい前に持ってたんですけど、あえて今使いたくなって購入してみました。でジャンクなんでね、いろいろ不具合がありました。開けてみたりとかいろいろしたんですけど、電源ケーブルがこんな切れちゃってたり、あと入力トリムの部品がこれ永遠にぐるぐる回っちゃうように壊れてたり、あと入力端子でのこのハンダがクラックしてガリってたりとかですね、そんなことがありました。でこれらが一通り修理できましたということで使っています。で現代的アレンジって言ってますけど、もう先に結論言っちゃうと、現代のキャビネット IR と組み合わせることでそこら辺の最新マルチを凌駕するような最強のアナログ歪みプラス IR っていうシステムに化けさせようというのが今回の狙いになってます。それって古いマルチに IR を組み合わせればできるんじゃないのって思うかもしれないんですけど、この GT5 はその辺のデジタルマルチとはちょっと違うんですよ。GT5 は BOSS が世界に誇るモデリング技術 COSM をフロア型のマルチとして世界で初めて搭載した記念すべき GT シリーズ初代のモデルです。なんですけど、このデジタルのプリアンプ以外にここに書いてあるんですけど、アナログの回路も入ってるんですね。この機種がいい意味で変態なのはもうここなんですよ。デジタルのプリアンプとアナログのディストーション、オーバードライブを1台で実現できちゃうんです。で、その狙いは良かったんですけど、残念ながら30年前の技術だとデジタルでそこまでいい音に作り上げるってことはできなかったんですよね。なので今のアンプモデリングの品質目線で言えばデジタル臭いかなっていうことになります。で、このチャンネルでもよく話題にしている折り返し歪み、不自然な折り返し歪みがふんだんに出てるんですよ。じゃあ実際に聞いてみましょう。こんな感じでデジタルのプリアンプで歪みを作ると、どうしても実際に弾いてる音とは関係のない帯域にヒューヒョーみたいな聞こえる音が変な音がするんですよね。異音というか。これについては別の動画で詳しく説明してますけど、超ざっくり言うと、デジタルで歪ませた時には倍音が出まくって、あまりにも高い倍音は逆に低い聞こえるところに聞こえてきちゃう、そんなデジタルの欠点みたいな、そんなのが折り返し歪みになります。それに対してアナログのディストーション部を使うとこうなります。どうです？折り返しのない自然な歪み方をしているように聞こえると思います。これらを測定値で見てみるとこんな風になります。はい、こちらが折り返し歪みを可視化したものになります。左側が COSM5150 タイプのプリアンプのデジタル歪みですね。右側がアナログのディストーション。これパッと見てもすぐわかると思うんですけど、この右側の方がこの線だけがピッてなってる、余計なモヤモヤみたいなのがない綺麗な状態ですね。でこっちが線はあるんだけど、モヤモヤモヤーって全体的にかかってる。これが折り返し歪みなんですね。見方としてはこれ黄色い線、斜めの線が入力した音です。この音に対して平行に出ているのは歪ませたことによる倍音なので、これ出てくるのは普通ですと。なんですけど、もしね、例えばこの辺で歪んだ音が折り返してくると、上から下にガーッと降りてくるんですね。
そうなって出てきてるのがこの折り返し歪みっていう音なんですけど、それはこの入ってきてる音の高さに関係ないところに出てくるんで、音楽的に関係ない、例えばオクターブが違うだとかそういう風に聞こえない変な音なんですよ。しかもこんななんかこれ縦軸周波数横軸も周波数なんですけど、例えばこの辺の音を入れてる時、こことかこことかみたいな普通の倍音だけじゃなく全体的にモヤモヤモヤーっとかかってると。でこれが実際に聞いた時になんかヒョーヒヨヒヨヒヨみたいに言ってるようなそういう音の正体ですと。でアナログ歪みだと全然それがない。すっごい高い入力をした時にだけちょっと出ましたけど、これもね高いところにすごいでかいパワーで入れてるから起きてるだけであって、まあ測定だから起きてる感じ、普通のギターのインプットだったら起きないようなそんな感じなので、もうとにかくここ真っ黒、余計なノイズが出てないっていうのがアナログディストーションで、コズムだと、初期のコズムだとこんだけワンサカ折り返し歪みが出ちゃってますっていうのがこうやって目で見ても分かります。ただここで超重要な注意点が一つあります。アナログの歪み回路を搭載する GT5 ですけど、歪みの部分のボリュームを50より大きくしていくと途端に折り返し歪みが発生するんですよね。これは歪みの音色はアナログクリップで作るんですけど、トーンコントロールとかボリュームとかはデジタルで作ってる可能性が高いです。なのでデジタルのところを上げすぎると折り返し歪みが発生しちゃってるように見えますね。なのでボリュームは50までで使う。でもし音量が足りなかったら後段のイコライザーで全体を持ち上げるっていう風にやってください。この情報はねネットを探しても出てこなかったので、このチャンネルだけのプレミアムな情報なんじゃないかなって思います。ということでポイントその1はアナログ歪みを使うっていうことです。アナログでのカスタム歪みも作れるので、ここでこだわりの音を作っちゃえばいいと思います。続くポイントの2つ目は冒頭にも言ったキャビネット IR ですね。内蔵のキャビシミは使わずに IR を使います。これは専用機でもいいですし、 IR を内蔵しているマルチを持ってくるでもいいです。単純にデジタルマルチと外部 IR ペダルを組み合わせるってなると、センドリターンがないマルチの場合はディレイや空間系も含めて音を作ってから IR に通すことになってしまいます。なのでその後ろにリバーブを用意するみたいなこともあるかもしれません。これに対してセンドリターンがあれば GT5 は内部のエフェクト接続順を自由に変えられるので、アナログの歪みから一旦外に出して外部の IR、 さらにもう一回戻して空間系をかけるっていう、そういう複雑なシグナルチェーンも GT5 で、完結することができます。この時に大事なのは内蔵のスピーカーシミュレーションは切っておくっていうことですね。当時のスピーカーシミュレーションはおそらくフィルター技術を基本として作っていました。スピーカーキャビの帯域を再現するためにフィルターで削ったり持ち上げたりするような、そういうイメージです。一方で最近は IR が事実上の標準技術になっていて、プロの現場でも使われることが多いと思います。これは実際のギターキャビネットの響き自体をキャプチャーしてそれを再現させるやり方になります。なのでただ単純に帯域を再現するだけじゃなくて、時間変化のある響きも含めたシミュレーションができるようになってきました。これを GT5 のアナログの歪みと組み合わせるっていうところが今日の勝ち筋になります。ということでポイントの2つ目は内蔵スピーカーシミじゃなくて外部の IR を使うというところです。
ちなみに今回使っているのは M-Wave の IR ボックスですね。これは4000円くらいで買える IR ローダーですが、ハイカットとかローカットの物理的なつまみがついているので、ちゃちゃっと音作りをすることがやりやすいです。僕が買った時にはね、2300円とかでした。ポイントの3つ目は GT5 の空間系は当時のスタジオ機材級だったということですね。今っぽいクラウドリバーブとかシマウリバーブのようなものはないですけど、ハイダンプを変えられたり、ディレイも設定パラメーターが多かったりと、こだわりの設定をすることができると思います。実際に弾いてみても今っぽい新しいことはできないんですけど、一般的な空間系を使うには十分なクオリティなんじゃないかなと思いますね。ということで、空間は GT5 そのままでも十分だということです。これまでのポイントをもう一度おさらいしておくと、アナログ歪みを使う、外部 IR を使う、空間は GT5 そのままで OK ってとこですね。ではこれでいつもの曲弾いてみたいと思います。いつものマルチエフェクター評価曲サイドカーですね。パッチ構成はこのようになっています。グリーンではデジタルのプリアンプ、スピーカーシミュレーターそのまんまもう内蔵のものを使っちゃいます。歪みとかじゃないんでそのまんま素直な音で出しています。でコーラスかけてコントロールスイッチで F.8 のディレイがつくようにしてます。でリバーブはホールを使ってます。ドライブセクションのところではアナログのドライブを使います。で今回カスタムディストーションの機能を使って自分で好みにしたアナログの歪みを使ってます。でエクスターナル IR として、外部 IR を使っています。あとフランジャーかけてルームリバーブですね。でリードのところは同じアナログドライブなんですけど、ディレイをかけて、あとホールリバーブに切り替えてます。でコントロールを踏むとハーモニストでキーが G メジャー E マイナーのハモリを入れるっていう風にやってます。はい、それでは聴いてください。どうぞ。ということでですね、今回は GT5 のアナログの歪みと外部 IR を組み合わせるっていう使い方について説明しました。これの何がすごいってね、もうとにかく安いんですよ。ジャンクだったっていうこともありますけど、 GT5 が4400円で IR ボックスが今4000円くらいですけど、購入時で2330円、トータルでも8000円強でこの多機能、この音質のシステムが手に入るというところがポイントだと思ってます。メリットとしてはやっぱりね、本物のアナログの歪みを使えるよとか、 IR の空気感
あと充実した空間系のエフェクトがあります。だけどね、やっぱり大きくて重いってことだったり、もうね、USB インターフェースがない、もうそのまんま撮ることができないとか、あとエフェクトにこのシマーリバーブだとか2010年代以降の最新エフェクトは非搭載、2010年代どころかもう21世紀のものがないっていう感じですかね。それでもこの幅広い自由と不自由を両方伴ったこのシステム構成も面白いんじゃないかななんて思います。もし古の機材が押し入れに眠っているっていう方はぜひ引っ張り出してみてはいかがでしょうか。なおよく GT シリーズでは初代の GT5 だけがアナログ歪みで GT3 以降はフルデジタルだみたいな情報を見ますけど、正確には GT5 と GT3 こちらはアナログの歪みを搭載していて GT6 以降がフルデジタルになります。これはドキュメントで確認している内容なので間違いないですね。例えばこれボスの GT5 サービスノートっていう資料なんですけど、ブロック図が記載あります。これのね、ここのところにね、クリップサーキットということでアナログの歪みブロックがあります。同様に GT3 の、サービスノートを見ても、ここにね、アナログディストーションっていう部分があるので、間違いなくアナログで歪みを作ってるなということがわかります。はい、ということでですね、もし皆さんのオールドマルチの活用法あったらぜひコメントで教えてください。今の耳の感覚でもう一度改めてオールドマルチをいじってみるっていうのも面白いと思います。それでは今回の動画は以上です。今回の動画が面白いと思っていただけたなら、いいねとチャンネル登録、ハイプなどお願いいたします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。